はい、ドスン。ハズビロマーベルレジェンドスパイダーマンアニメイテッドビデオカセットパッケージよりデアデビルとハイドロマンの2パックセットの紹介になります。90年代に放送されていたアニメスパイダーマンに登場する2人なんですけども、自分このアニメ見たことなくて、でこのパッケージね、これ昔あった VHS ビデオホームシステムを模したデザインで、この世代ど真ん中の自分としましては、こういうのを見るとなんかね、懐かしさと切なさと心強さを感じるんですけども、いやね、そんな感傷に浸ってる暇ないんですよ。このデアデビルめちゃくちゃ楽しみにしていて、ハイドロマンには悪いんですけども、これ今回のデアデビル、このカラーリングもさることながら食いしばり顔が付属するんですよね。ガシガシ遊ぶ派の自分としましては、これ待望の付属品でして、さあ開けていくぜ。ある意味ね、今年一番楽しみにしていたマーベルレジェンドなんですけども、さあどんな感じだ。こんな感じか。よし、最初にモリーが出てきましたね。じゃあ次にマットですね。よし、あとは付属品かの類か。よし、じゃあ最初にモリーから見ていこうかな。どんな感じだ。よいしょよいしょ。クリアいい感じですね。かっこいいな。顔もいい。いいぞ。よし、では来たぜ、マットマードックデアデビルだ。よいしょ。これを、この影を再現したプリント、これこそがデアデビル。いや、かっこいい。失礼。よし、ではね、中身のすべて取り出していきたいと思いますまずはモリスベンチハイドロマンからいきます。全身を液体化できるキャラクターで、その能力を再現した全身クリアパーツなんですが、これまたかっこいい。で、このキャラ以前にも発売されていて、その時は腕だけが液状化したクリアパーツで、足の部分はエフェクトパーツだったかなで液状化を再現していて、顔とか胴体は普通のパーツだったんですけども、そっちもかっこよくて買うのを逃していて、で今見たらかなり高騰しているんですね。だから比較はできませんけども、残念。顔も造形だけではなく、目、眉毛、歯がそれぞれ塗装されていて、この表情もいいですよね。で、カメラではちょっと見えにくいかな。ところどころ白が吹かれていて、これが鳩を再現しているようでいいアクセントになっている。素体なんですけども、これ見覚えがあって、多分ね、ネットフリックス版のルーク・ケイジの素体じゃないかなというのも、フィギュア、今ちょっと手元にないんですけど、めちゃくちゃ気に入っていて、一時期ずっと遊んでいたんで、見覚えがあるんですよね。その素体じゃないかな。このピンの関節も当時のそれなんでね。可動範囲いきましょう。頭部、後ろへはこうで、前はこうで、ぐるりと一周できて、このように傾き取れて、肩はバタフライ機構はなしで、横へはこうで、ぐるりと回って、二の腕ができて、肘がここまでいけて、手首はこのような可動で、胴体の方は胸と腰ですね。後ろへはこうで、前はこうで、腰でぐるりと回って、足は引き出し機構はなしで、前はここまでで、後ろはここまでかな。で、股割り、ここまでいけて、ももロール、膝がここまでいけて、足首、後ろへはここまでかな。で、前はここまでで、傾き取れて、接地性もある。付属パーツ。このような渦巻いた水のエフェクトパーツが2つ。この隙間から腕や足に取り付けることができる。形状もそれぞれ違うのは嬉しいですね。手首パーツはグーの握り手が右手分と開き手が左手分。
では、マシュー・マードックことデアデビルいきます。冒頭にも言ったんですけど、この影を再現したプリント、そうなんですよ。これなんですよ。今回はアニメ基準にしたカラーリングでパッケージにもあるようにそれを再現したものかと思われるんですが、デアデビルはマスクを含め全身赤いスーツなんですけども、夜に活動することが多いため、原作でもこのように影が多めに描かれるんですね。これはどんなアーティストがデアデビル描いてもほぼ同じで、そうですね、今パッと出せるのが、こちらのカバーアート見てみると、このように黒と赤同割合で描かれたりするんですよね。その表現が全然うるさくない感じで再現され、コミックをそのまま再現したフィギュアってたまにありますよね。それはそれでいいんですが、他のキャラと絡ませて遊ぶとき、そのキャラだけなんか浮いてしまうんですよね。このデアデビルはそんなことは全然なく、他のマーベルレジェンドとかと絡ませても違和感全くありません。いや、もうマジでかっこいい。頭部の方なんですが、デジタルプリント使われていますね。こちらは通常顔。デアデビルの目は塗装結構省略されがちなんですが、これはきちんと塗装されているかな。で、こちらが食いしばり顔。マシュー・マードックは盲目なんですが、レーダーセンスという能力を身につけていて、それは音の反射で構造物を立体的に判断でき、色以外は否認できなくても全く問題ないレベルなんですよ。なんなら音の反射で目に見えないところまで感知できる。そんで視覚以外の感覚も常人のそれをはるかに超越しているし、極限に鍛えられた肉体はスーパーヴィランとも互角に戦えるほどなんですが、とはいえマーベル基準のスーパーパワー、空飛んだりビーム出したりね、のを備えているわけではないので、結構苦戦したりボコボコにされたりして常に傷だらけなんですね。そういう意味ではバットマンに近いかな。なんでこの食いしばり顔は必須なんですよ。で、あとその超感覚ゆえに大きな音が弱点で、騒音などに食いしばって耐える描写が多々あるのでダメージ顔としても使える。そこいいですよね。音の感知が能力であり弱点でもあるという設定いいですよね。で、見てわかる通り出来も素晴らしいので、いやもう最高。素体なんですが、肘、膝ともにピンレスで、これは最近のスパイダーマンに使われてるやつかな。いずれにせよ現時点で最新の素体ではある。腰のベルトと、あとこのビリークラブのホルスターは別パーツ。可動範囲、頭部、上へはここまでで、下へはここまでで、ぐるりと一周回って傾きもこのように取れる。上半身、まず肩および腕はこのようにバタフライ機構があって、ここまで動けますね。で、横へはここまで上がってぐるりと一周回り、二の腕があって、肘が二重でここまでで、手首はこのような可動で、胴体の方は可動箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて後ろへはここまで行けて、前はここまで行けて、胸の部分ボールジョイントですね。このように傾きとかぐるりと一周も多分回れますね。で、腰の部分は回転はなし。下半身、股関節に引き出し機構はありそうなんですけど、僕のは動かない。個体差なのかな？動かないかな？ちょっとわかりませんね。あるような気がするんですけども、すいません。これ自分のは動かない。ないのかな？で、前はここまで行けて、後ろへはここまでというか、多分ぐるりできますね。で、股割りここまでできて、ももにロール、膝二重でここまで、足首、後ろへはこうで、前はこうで、つま先あって傾きできて、接地性も抜群。付属パーツ、まずはビリークラブ。今までだとこの2本連結できたんですけど、今回はできない。
こちらはそんなビリークラブに取り付けるケーブル。このケーブル表面きちんと造形されていて非常にリアルなんですよね。で、軟質ではあるんですが、針金が仕込まれているとかではないので、無理に動かすと折れる可能性がある。で、形状が絶妙なんで、針金等で自由に稼働するより、こっちの方が遊びやすくて好きですね。手首パーツは開き手が左右分と握り手が左右分。サイズ比較。フィギュアーツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。